今日は混ぜそばを作ります。混ぜそばはスープのない麺のことです。Before starting this video, if you have not subscribed to this channel, please subscribe. Also, I embedded Japanese subtitles in this video. If you want to see English subtitles, click the gear icon on YouTube and turn on English subtitles. はい、それでは材料を紹介します。主な材料はひき肉と麺です。その他は醤油、生姜、にんにく、ネギ、卵などです。卵は生卵です。でも、あってもなくてもいいです。詳しいレシピは概要欄を見てください。まず、生姜の皮を剥きます。この生姜は小さいのでちょっと切りにくいです。皮を剥いたらみじん切りにします。みじん切りをするときはコツがあります。包丁の左側を押さえたまま右だけ上下に動かします。そうすると早くみじん切りをすることができます。最近みじん切りのマシンが欲しいなぁと思っています。終わったら隅に避けておきます。次にニンニクです。私はニンニクの芯を取ります。取らなくてもいいです。ニンニクを包丁で潰して皮を剥く人もいます。ニンニクもみじん切りにします。次にネギを切ります。これは小口切りで大丈夫です。フライパンを中火で熱し、ごま油をひきます。そこに切ったニンニクと生姜を入れます。ネギはここに入れないでくださいね。ニンニクと生姜の香りがするまで炒めます。香りが立ったらひき肉を入れます。崩しながら炒めてください。豚肉でもいいですが、今回は牛肉を使いました。ここで豆板醤を入れます。
豆板醤は韓国から来た辛い調味料のことです。そして醤油を大さじ1入れます。赤い部分がなくなるまで炒めます。同時にラーメンを茹で始めます。茹だったらざるにあげておいてください。ラーメンに絡めるタレも用意します。鶏ガラを小さじ1、醤油も小さじ1、砂糖も小さじ1、ごま油も小さじ1、混ぜたらここに茹でたラーメンを入れます。かき混ぜて味を絡めてください。麺を器によそいます。ちょっと麺がカメラに当たりそうです。でもなんとか器に盛ることができました。あとは上に肉をのせます。最初に切ったネギものせます。最後に生卵をのせるので上をへこませておきます。日本の卵は生で食べられます。アメリカはこの生で食べてもいい卵を使います。殻を割って黄身だけ取り出します。白身は捨てます。黄身を肉の上にのせたら完成です。少し辛くしたい人はラー油をかけてもいいです。これはプッシュ式のラー油です。2、3滴入れれば十分かな。はい、混ぜそばできました。